はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは CVJ リラです。美少女デザインの皮をかぶりつつ、その実態は極めて純粋なオーディオデバイスなんですよ。一言添えるなら、最新チップの性能、静寂という一点に全振りした孤高の職人モデルって感じかな。目とか星の部分になんか貼ってあるんだけど、最初、ここが LED で光るのかと思ってた。でも、実際光ったらちょっと怖いか。そうよ、怖いよ。あとさ、箱とかサイトには LILA って書いてあるのに、本体には LIRA って刻印されてるよ。何か深い理由があるのかなーって思っちゃった。まあ、美味しければ捨てるなんてどうでもいいんだけど。まさか食べる気なの？ふふふ、詳細は謎だね。最新世代の ES903992M を搭載して、アンプは ESS 純正の独立チップを使用。小型ヘッドフォンアンプとしては気合の入った構成だね。でも最初にこれを使った時、私は少し首をかしげてしまいました。3.5mm と 4.4mm を差し替えて聞いてみたんですけど、音量に差を感じなかったんですよね。あれ、中身はただ端子を分けただけの回路なのって最初はそう思ってがっかりしそうになったんです。それってダブルステーキを頼んだのに肉の総量が変わらないみたいなやつ？それはがっかりしそうじゃなくて確実にがっかりするわね。愛ちゃんの気づいた音量に差がないってとこがこのリラのポイント。バランス接続にすると2つのアンプをブリッジ駆動させるものが多いから電圧が上がって音量が大きく聞こえるけど、それは音量を稼ぐための設計なんだわ。じゃあリラはそうじゃないってことですか？リラの設計思想は端子による差を作らないこと。内部の独立デュアルアンプの出力を 3.5mm にも余すことなく統合して流し込む設計だから、どっちに挿しても同じ音量で純粋に分離感や解像感だけで勝負してる。どうでしたか？バランス接続にしたら音が大きくなるっていうお約束を無視してまで音の緊密性を守ったって不器用だけどなんだかかっこいい設計しそうですね。じゃあバランス接続との差は基本的な部分、左右の空間が広がるクロストークの現象の差だけになるの？愛はその空間の広がりの違い分かった？分かんなかった。だって 4.4mm で聞いてるつもりで 3.5mm に差し替えようかなと思ったら 3.5mm だったんだもん。私も聞き比べてみたけど差が少ないんで曲を選ばないとわからないかも。オーケストラの曲で 3.5mm だと少し直線的に感じ、 4.4mm だと深みが増した印象だった。何回も比べたから先入観ではないと思うんだ。ってことは 3.5mm のケーブルも活躍できそうですね。それってなんか嬉しいね。操作感は最近のライバルモデルたちと比べるとタンチジムのスペースプロはボリュームが100段階あってボタン操作が一番しやすかったです。触っただけで上げ下げがわかるようになってるし、ボタンも大きいもんね。そうなの。ナイス HCK のオクターブも100段階でボタンを押し続けるとスルスルって音量が上下するのは便利ね。リラはボタンを押し続けても反応しないね。1回ずつ押さないと音量が変わらないタイプ。70段階あれば十分なんだけど100段階の細かさって調達上結構差が分かったのよね。だから100段階あってもいいなぁというのが正直な感想です。出力の 300mW という数字も 500mW を超えるライバルたちに比べれば低く見えるけれど、実際にはこれで十分すぎる理由があるんだよね。十分すぎる理由？イヤホンを鳴らすだけなら本来は数十ミリワットあれば事足りる。300mW という余力は音量を大きくするためではなく余裕のため、激しい曲でも音が歪まず静寂を保ったままダイナミックに鳴らしきるための貯金なんだ。どのぐらいのボリュームで音量が満足できるかざっくり体感で測ったのをまとめたけど、余裕あるのが分かったよ。なるほど、確かにまだまだ余裕ある感じですね。ところでリラのノイズフロア 1.0 マイクロボルト未満という驚異的な静寂が体感できるかどうか静かなところで確認したくて、その昔ジャックさんが自作した防音室にこもってチェックしてみました。外の音がほぼ入らないその場所で感度の高いフル BA、KZAS16 とハイブリッドモデル ZSN Pro X をつないでみました。あそこはうちでは究極にレッドな吸音空間だもんね。そうなの。まずはスマホに直差しして AS16 で聞いてみると、無音の時はスマホのミュート機能が働いて何も聞こえないんですけど、音楽を再生した途端、あ、これかなっていう音楽が鳴り始めた瞬間のノイズね。そうです。ジリジリとか音楽以外のノイズらしきものが混ざった感じがしました。音数が少ない静かな曲の後ろにデジタルな雑味か影のようについてくるんです。AS16 みたいな敏感なモデルだとそれがわかりやすかったです。想像していたほど目立ってはいませんでしたし、曲調によって気づかないこともありましたけど、でもリラにつなげばどちらもそんなノイズとは完全に無縁でした。1.0 マイクロボルト未満なんて人間が感知できる無音の限界点に近い。スマホのジャックだと5から10マイクロボルトあるのが普通だから、その差は歴然だね。静かだと自分の鼓動の音が聞こえてきました。防音室の静寂とリラの優秀な設計が私自身をノイズとして浮き彫りにしたみたいです。エンディングの消え入るような残響がこれほど美しく聞こえるなんて。
でもさっきインスタのリール動画見ようとしたら音が出なくて焦った。私故障かと思ったよ。ミミィちゃん、それは UAPP でビットパーフェクトのハイタモードにしていたからよ。スマホか音楽専用機になるから他の音を全部シャットアウトしちゃうの。 PPAP？ USB オーディオプレイヤープロの略よ。 PPAP じゃなかった。 UAPP 説明不足だったわね。ごめん。ああ、そういうことね。それにしてもハイタモード、なんだか歯が痛くなりそうな名前だね。ハイタモード。ちょっとミミィちゃん、それは甘いものの食べ過ぎなんじゃないの？愛のツッコミが痛い。それはさておき、スマホのボリューム調整を受け付けずリラが主導権を握ってるって、まさに音楽への直通運転だね。リラの音質についてですが、同じ ES903992M を積んだオクターブでは低域にしっかりした重みを感じたんですけど、リラはとても素直で味付けがほとんどない響きに感じました。ああ、ナチュラルテイストね。オクターブは食べ応えのある厚切りステーキ、リラは素材の味を生かしたお刺身って感じ。そこまで違わないんじゃないか。でも同じチップを使っていても最後の仕上げを担うオペアンプが違うからね。オクターブは SGM8262 機で大出力のチップでパワーを押し出しているけど、リラは ESS 純正の独立アンプでチップの特性、高解像度、透明感を素直に引き出すことに長けていて、脚色のない原音忠実系な鳴り方になるようだからね。その設計の違いが愛ちゃんには音の体温の差として聞こえたのかもしれないね。はい、わずかな違いかもしれませんが、その素顔の音が私にはとても心地よく感じられたんです。リラにはアプリで音をいじる機能はないですけど、むしろ音質は固定というシンプルさが潔くて好印象でした。迷わなくていい、ただ音楽に浸ればいいんだってデバイスが語りかけてくるようですね。最新の平面駆動モデルアストラリスをつないでも 3.5mm で完璧に鳴らしきるし、名前の綴りが箱と違っていても専用アプリがなくて不器用でも機能の豊富さよりも本質的な静寂を愛する人のためのデバイスだね。はい、今回いろいろ試させてもらったおかげで、このリラは私にとって特別な一台になりました。そうだね。最初の印象はあんまり良くなかったようだけど、終わり良ければ全て良しだね。はい。ということで CVJ リラのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。